皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI コーディングスタートアップのカーソルがわずか半年で評価額を倍にして日本円で7兆5000億円規模の調達ラウンドに動いている話を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。 VS コード、つまりマイクロソフトが配っている定番コードエディターを AI 機能で大改造した派生ソフトとしてスタートしたのがカーソルです。開発元はエニースフィアという米国スタートアップで、2026年4月17日にブルームバーグやテッククランチが報じたところによると、ベンチャーキャピタル大手の A16Z がリードする形で20億ドル、日本円でおよそ3000億円の資金調達ラウンドを評価額500億ドル、日本円でおよそ7兆5000億円で進めているということが明らかになりました。半年前の2015年11月時点では評価額は293億ドル、日本円で4兆4000億円規模でしたから、わずか6ヶ月で評価額がほぼ倍に膨らんだ計算です。さらに今回のラウンドはすでに需要過多、いわゆるオーバーサブスクライブ済みで参加者が殺到している状況。 NVIDIA、スライブキャピタル、バッテリーベンチャーズといった重量級の投資家も顔を揃え、 AI コーディング戦争の主役交代がいよいよ目の前で起きています。まず、なぜカーソルがここまで急成長しているのか、ざっくり整理しておきます。カーソルは VS コードをそのままフォーク、つまり分岐させた上にクロードや GPT などの最新 AI をコード生成保管リファクタリングのエンジンとして組み込んだエディターです。プログラマーが書きかけのコードに対して文脈を読んで関数を完成させたり、リファクタリングを提案したり、テストコードを自動生成したりという機能を自然な操作感で提供します。これまで開発者向け AI といえば GitHub コパイロットが圧倒的な王者でした。マイクロソフト傘下の GitHub が提供するコパイロットは有料ユーザー数470万、フォーチュン100、つまり米国の大企業100社のうち90社が採用というほぼ独占状態だったわけです。ところがその騎馬女にカーソルは VS コードの完全互換 UI と複数 AI モデルの自由な切り替え、コンポーザーと呼ばれる複数ファイル同時編集機能という3点で挑み、開発者の評価を一気に持っていきました。ここでカーソルの売上、いわゆる ARR、アニュアルリカーリングレベニューの伸びをもう少し詳しく見ていきます。ARR とは月額課金型のソフトウェアが年間ベースに換算して現時点でいくら売上が立っているかを示す指標です。ブルームバーグ、CNBC、テッククランチの報道をまとめると、2025年1月時点でカーソルの AR は約1億ドル、日本円で150億円規模でした。それが半年後の2025年6月には5億ドル、つまり750億円規模まで拡大。さらに2025年11月にはついに10億ドル、日本円で1500億円の大台を突破します。そして2026年2月には20億ドル、つまり3000億円規模に到達。ベンチャーキャピタル業界ではこれまでに上場や売却した B2B ソフトウェア企業の中で ARR が20億ドルに達するまでの最短記録と評されており、カーソルは文字通り史上最速の B2B ソフトウェアになりました。ではベンチマークの面ではどうなっているのか、一番有名な指標である SWE ベンチ、つまりソフトウェアエンジニアリングベンチマークを見てみましょう。これは実際のオープンソースソフトウェアで報告されたバグや要件を AI がプログラミングして直せるかどうかを点数化するテストです。最新の比較記事に2026年版によると、 GitHub コパイロットがおおむね 56%、カーソルがおおむね 52% で、絶対値としてはコパイロットがわずかにリードしています。一方で編集の体感速度やレスポンスタイムはカーソルが約30% 速いという結果が出ており、開発者の満足度では今やカーソルが上位に来ています。さらにカーソルはクロードソネット 4.6、
クロードオーパス 4.7、GPT5.5、ジェミニ3.1プロなど好きな AI モデルを切り替えながら使えるという設計のため、特定のクラウドベンダーに縛られたくない開発者の心を強く掴んでいる状況です。ここでカーソルの A16Z リード調達ラウンドについてもう少し中身を見ておきましょう。ブルームバーグの2026年4月17日の報道では A16Z つまりアンドリーセン・ホロウィッツがリード投資家となり20億ドルの調達ラウンドを評価額500億ドルで進めていると書かれています。サイトテッククランチや CNBCザ・ネクストウェブなどが続報で確認しているところによると、参加投資家には NVIDIA、スライブキャピタル、バッテリーベンチャーズといった超大型ファンドが並び、ラウンドはすでに需要過のオーバーサブスクライブ状態。カーソルの CEO は公式コメントを控えていますが、業界関係者は半年で評価額が293億ドルから500億ドルへ倍増するというのは、AI コーディング市場全体が AI エージェント時代の中心インフラとして再評価されている証拠と分析しています。一方で同時期に AI コーディング業界ではコグニションがデビンで評価額に150億ドル、日本円で3兆7000億円規模に倍増、スペース X がカーソルと最大600億ドルの買収オプション付き提携を発表、クロードコードプロプランの剥奪と MAX 専用化と関連ニュースが連発しており、 AI コーディング戦争の本格化が誰の目にも見える形になっています。この一連の動きが私たちユーザーや開発者にどのような影響を与えるのかも整理しておきましょう。ポイントは3つあります。1つ目は AI コーディングの料金がしばらくは複雑化するという話です。カーソル、クロードコード、コパイロット、コーデックス、ジェットブレインズ、AI アシスタントなど選択肢が一気に増え、それぞれの月額料金や使用上限、対応モデルが頻繁に変わります。利用者としては自分の業務フローに合うサービスを年に 1,2 回見直すという習慣が必要になります。2つ目はAI コーディングが個人の生産性からチームの生産性を上げる方向に進むという話です。カーソルのコンポーザー機能やクロードコードのチーム連携機能、コパイロットワークスペースなどは複数の開発者が AI エージェントを共有しながら開発を進める前提で作られています。日本の SIA や大手 SaaS 企業もすでにカーソルを社内標準ツールとして導入する動きが出始めており、開発者個人のスキルだけでなく AI を共有運用するチーム文化が新しい競争力になります。3つ目は AI コーディング関連株の主役交代です。これまではマイクロソフトと GitHub がほぼ独占していた領域にカーソル、コグニション、アンソロピックという独立系プレイヤーが評価額数兆円規模で続々と参入しています。NVIDIA がカーソルに出資するというニュースも AI コーディングが半導体の需要を直接動かすメイン用途になったということを意味します。では私たち日本のユーザーはこの1週間どう動けばいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1つ目はカーソルをまだ触ったことがなければ無料プランで一度インストールしてみることです。 VS コードを使っている方であれば設定や拡張機能をそのまま引き継げますから移行コストはほぼありません。 AI 機能だけを30分試してみるだけで今のコーディング体験がどこまで進化したかを実感できます。2つ目は社内で使っている AI コーディングツールを改めて棚卸ししておくことです。エンジニアごとにコパイロットとカーソル、クロードコード、コーデックスなどがバラバラに導入されているケースは少なくありません。プロジェクトごとに統一するのか個人選択を許容するのかをガバナンスとして整理するタイミングです。3つ目は日本国内の AI コーディングニュースに注目することです。レイヤー X のクロードコード活用事例や富士通とシフトの FT、 つまりフォワードデプロイドエンジニアモデルへの転換、 AI エージェント時代の人月モデル崩壊といった国内事情も急速に動いています。
海外の数字と国内事例をセットで把握することが自分のキャリアを守る武器になります。最後にまとめます。 AI コーディングのカーソルが A16Z リードで20億ドルを調達ラウンド、評価額500億ドル、日本円で7兆5000億円規模で進行中。 ARR は2025年1月の1億ドルから2026年2月の20億ドルまで史上最速の B2B ソフトウェア成長を記録しました。 GitHub コパイロットとの覇権争いは性能ではほぼ互角、速度と柔軟性ではカーソル優位。 NVIDIA やスライブキャピタルも参戦。スペース X とカーソル600億ドル買収オプション。コグニションに 15B 調達と AI コーディング戦争が一気に本格化しています。私たち日本のユーザーはカーソルを触ってみる、社内ツールを棚卸しする、国内 AI コーディングニュースを追うの3点でコーディング戦争の主役交代に備える1週間にしていきましょう。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。